トアップや垂れ乳改善にも効果的な動き、マッサージされて気持ちいいポイントにフィットしてくれて、お尻やお腹、太もも周りも鍛えられます。続きマスクで失礼しますが、こんにちは、佐久間美桜の美ボディ研究部部長の佐久間美桜です。はい、先日ね、こちらの動画がおかげさまで800万再生を突破しまして、マッサージ続けてたら本当に大きくなったっていうコメントが今でも毎日届いて本当に嬉しく思ってるんですが、一方でね、胸が大きくなったら肩が凝るようになったっていうお悩みも結構いただくようになって、確かにね、胸が大きいと肩が凝るっていうイメージありますよね。私もね、昔は肩こりひどくて、そのせいか頭もしょっちゅう痛くなってて、それは父デブの定めだろうと諦めていたんですが、美ボディ研究部でね、いろいろ調べていくうちに、今では肩こりも片頭痛とかもほとんど起きなくなったので、今日はそんな父デブでも肩こり知らずの体を作った3つの方法についてお伝えしていこうと思います。いや待て待て、私胸大きくなくても肩こるし、豆乳とかいっぱい飲んでるのにちっとも胸大きくならないけどと思われた方もいらっしゃるかと思いますが、むしろ肩が凝ってるからバストアップがうまくいっていないっていう可能性も高いんです。なので今日の動画は大胸さんだけでなく、むしろ性別とかも関係なく、最近自粛疲れでなんか疲れやすくなったとか落ち込みやすくなったなんて感じてる方にもぜひ見ていただきたいです。それでは行ってみましょう。レディゴー。はい、肩こり知らずの体を作った3つの方法。1つ目は湯船に毎日浸かること。お風呂はただ体を洗う時間なんて思ってる方は今すぐその考えを洗い流してください。なんでかというと、シャワーで表面だけ温まるのと違って、湯船に浸かるとしっかりね、体の芯から温まるので、日常のストレスでこうギュウギュウに追い詰められた神経がポワーっと広がって血行が良くなり、また適度な水圧がかかることでリンパのね、流れも良くなって体内の疲労物質や老廃物も出ていきやすくなりますし、反対にバストアップや美ボディ作りの筋肉をつけるために必要な栄養分は入ってきやすくなります。そんな湯船の浸かり方なんですが、温度は熱すぎると体に逆に負担がかかっちゃうので、38から40度くらいのちょっとぬるめのお湯に10分から20分ほど浸かりつつ、凝りを感じる場所とかを優しく揉みほぐしたり、肩をね、上下に動かしたり回したりとかして、そこで凝り固まっている疲労物質を流してあげると、より疲れが残りにくくなります。どうしても湯船に浸かれないよっていう方は、洗面器にお湯をためて足湯をしながらシャワーを出しっぱなしで体を洗ったり、特に首の後ろやお尻の上、足首などを温めると全身温まりやすくなるので、後ろからね、シャワーを浴びながら頭や体を洗ってあげると湯船がなくても OK です。そして肩こり知らずの体を作った3つの方法。2つ目は筋トレ。肩こりの原因はいろいろありますが、4大原因と言われているのは姿勢の悪さ、目の疲れ、運動不足、ストレスといった日常習慣です。でもね、この4大原因を見て部長は思った。1大原因ではないかと。全てに共通するのが筋肉不足だと思うんですよ。だって姿勢はいくら正しいポジションを知っていても、お腹の筋肉や背中の筋肉が衰えていたらキープするのは難しいし、冒頭のお悩み、胸が大きくなったら肩が凝ったというのも、重さに耐えれる筋肉がないから姿勢がどんどん前に引っ張られて、この頭の重さをきれいに均等に分けれず、首とか肩に負担がかかって肩こりとか頭痛とか吐き気とかが起こります。目の疲れもね、スマホの普及などで現代人はあんまり目を動かさなくなったから、瞬きとかもあんまりしなくなって目の周りの筋肉が衰えたり、もちろんスマホ首みたいな姿勢とかも悪くなっていきますし、運動不足はもろにそのまんまですね。で、ストレスも実は筋トレをすることで幸せホルモンであるセロトニンが分泌されるので、かなり緩和されると。やっぱり筋トレは大事です。ということで、そんなお悩みにおすすめの筋トレがこちら。はい、まずはプランクです。プランクしんどいけどね、なんだかんだ短時間で多くの大きな筋肉群に作用してくれるので、プランクは最強です。やり方は見たことある方も多いかと思いますが、肩は肘の真上に来るようにして、顎を引き、頭からお尻、かかとまでがまっすぐになるようにキープしてあげます。まだ筋肉がついていない状態で間違いやすいのが、ぐーっとこう腰が反っちゃったりとか、肩がね、上がってなんか猫背気味になってしまったりとか、プランクは長い時間やることより正しいフォームで行わないと意味がないので、時間は人それぞれ正しいフォームをキープできる間だけやってあげてください。途中で腰が反っちゃったりとかするくらいなら、時間は10秒くらいからでも、最初は膝つきでもいいので、膝をついた状態で頭からお尻までがまっすぐになるように、太ももまでつけちゃうと全然力が入らないので、しっかりお腹に力を入れて肩が上がらないように首をまっすぐ伸ばすような感じでキープしてあげてください。膝つきでもね、結構最初はきつ
ついと思うので、無理せずに自分のペースで行ってあげてください。続いては仕事の休憩中などでもできる動きが、立ったままでも座ってもどちらでもいいので、後ろで手を組みます。で、組んだ手の手のひら側が背中を通って床を向く。そうすると肩甲骨がぐーっと寄ってくると思いますので、そのまま上げれるとこまで上に手を上げます。で、この時腰が反りやすいので、お腹に力を入れて骨盤が前傾しないように10回から30回ぐらい上げてあげます。これやってあげると正しい姿勢がキープされるようになって、バストアップや垂れ乳改善にも効果的な動きです。最後に目の疲れ対策には、目の端に指や、見るものを何か決めて、顔は正面を向けたまんまで、目だけで左右の指を10回ずつ折ってあげます。そして上下も同じように、斜めも反対も手前と奥にも置いてピントをね合わせる練習。最後はぐるーっと一生懸命端っこの方をたどりながら2回転逆回しも意外とね、スマホとかゲームとかばっかり見ている方は普段あんまり目を動かすことがないので結構きついと思います。パソコン作業の方とかね、オフィスとかでも大きな動きじゃないのでやりやすいと思うので、ちょくちょく休憩挟んで目の筋肉鍛えて疲れにくくしてあげてください。はい、3つの筋トレ方法を紹介しましたが、どれか1つでもね、自分の生活リズムに取り入れてみると変わってくるので、お好きなものを試してみてください。そして肩こり知らずの体を作った3つの方法、3つ目は整体です。もちろんね、プロの手を借りて定期的に体の歪みを整えてもらうのはおすすめですが、ただ今はね、なかなか外出しにくかったりとか、他人に体を触られるのは抵抗がある方もいらっしゃると思うので、そういう方にすごくおすすめなのがこういった整体ポールです。普通の円柱型のストレッチ用のポールとかお持ちの方は最近増えてきてますが、あれと似た硬さかな。硬すぎず柔すぎずっていう感じで、ストレッチ用のポールはね、正規品とか購入すると1万円ぐらいしちゃうので、今回の整体ポールはもう少しリーズナブルです。整体師の先生が施術1回分のお値段で施術中の指圧してもらってる感覚を長期間味わってもらえるように考えて作られたもので、裏返せばねつるんとしてるのでストレッチ用ポールのようにも使えますし、表がねこんなマッサージしてくれるような形になってるのって探したけど意外となくて、しかも整体師の先生が監修されてるので、すごいこのくぼみがねちょうど背骨の横のマッサージされて気持ちいいポイントにフィットしてくれて、これ床に寝ながら使うんですけど、この首の部分もね当たって気持ちいいんですけど、スマホ首で結構前に首が出ちゃってる方とかはなかなか立ってる状態では首の部分が当たらないと思うんですけど、それもねゴロンと寝ることでぐーっと後ろの方に首が下がってちょうどいい位置にフィットして、スマホ首の改善にも効果的なんじゃないかなと思いました。かつこの不安定なクリオネみたいな形なので、自然とバランスを取ろうとして体幹も鍛えられるので、ダイエットにもなって一石二三鳥で気に入ってます。で、使い方なんですけど、この整体ポールが背中と首をグッと押してくれる位置に微調整しながら上に寝ます。で、深く深呼吸しながらゴロゴロします。以上。いや本当にこれだけでも十分体は温まってほぐれるんですが、せっかくいろんな使い方ができるのでね、今回は私が最近お風呂上がりにやっている方法を紹介します。まずは先ほど同様、上にゴロンと寝てぼーっと気が済むまで 1,2 分ぐらい深呼吸しながらゴロゴロします。膝は90度に曲げて肩幅くらいに開いてます。この時腰が結構浮いてしまう人はお腹に力を入れてポールから背中が離れないようにします。どうしてもきつい人はお尻を少し上げてあげると反り腰改善にもなるし、お尻やお腹、太もも周りも鍛えられます。続いてそのまま肘を90度くらいに曲げてあげて、床から腕を10センチくらい浮かした状態で上下させます。お部屋が広い方はね、手を伸ばして手を回してあげてもいいかと思いますが、我が家はちょっと狭いのでコンパクトにやってます。深く息を吸いながら上げて、ゆっくり吐きながら下げる。起き上がるときは頭を抱えてから起き上がるか、コロンと横になってから起き上がると楽です。で、最後はポールを横に置いてお尻で乗っちゃいます。で、膝を90度くらい曲げて肩幅に開き、後ろに手をついて
この時手はお尻の方向を向けちゃうと肩が前に入ってきちゃうので、外側を向けた方がいいです。そのままぐーっと胸を張った状態で大きく深呼吸しながら左右に揺れてあげると、お尻もほぐれるし、インナーマッスルが刺激されてウエストも引き締められます。そんなこんな結構もう1ヶ月くらい体重もろに乗せて使ってますけど、全然形崩れもしないしね、日本製なのでさすがの耐久性です。といった感じで、女性の美ボディ作りにも男性のね、日頃のお疲れを癒すプレゼントなんかにもおすすめなので、これ気持ちいいな。商品の詳細は概要欄に載せておりますので、気になる方はぜひ覗いてみてください。ちなみに私はお風呂上がりに必ずストレッチをしてから寝るようにしてるんですが、入浴、ストレッチ、環境づくり、この3つは私のナイトルーティーンでもめちゃくちゃ大事にしていることで、寝る前に深い呼吸に合わせてストレッチすると副交感神経が優位になってリラックスしてぐっすり眠りやすくなるので、寝つきの良さとか朝の目覚め、一日の疲れ方なんかも全然変わってくるので、本当におすすめです。ということで今日は肩こり知らずの体を作った3つの方法をご紹介してきましたが、まとめると、1、湯船には毎日入って疲れをためない。お風呂の中でも簡単なストレッチやバストアップマッサージでご紹介しているようなリンパマッサージなんかもしてあげると、より疲れが流れていきやすくなります。2、筋トレで肩こりの原因とおさらば。3、整体、体の歪みを整えてあげる。定期的にお店でしっかり見てもらうのも大事ですけど、なかなか外出は難しいっていう場合は、こういった整体ポールなんかを使って、毎日のお手入れの方が大事だと思うので、特に寝る前に体をほぐしてあげると眠りの質も上がるのでおすすめです。私も一人暮らし始めた頃はお風呂もったいないし、シャワーのみの日が続いたり、外出もストレッチもめんどくさいし、疲れてるんだからそんなことよりもベッドにドーンみたいな日々を過ごしていたら、余計疲れが溜まってね、肩こりも頭痛もひどくなって、これが年かと思いそうになっていたけど、今日紹介した3つの方法を試すようになって全然疲れやすさ変わったので、一気にね、生活スタイルをガラッと変えようとすると大変だし続かなくなっちゃうと思うので、最初はどれか1つからでも少しずつご自分の生活スタイルの中に入れ込んでみると、きっと今より楽になるんじゃないかなと思います。本日の研究レポートは以上になります。少しでも参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の部活でお会いしましょう。バイバイ。